こんにちは、川勝の健です。新しい靴を作ります。久しぶりに自分の靴を自分の木型で作ろうと思います。前々から言ったんですけど、この前作ったイノシシブローグの靴、あれを自分の木型で作りたいと思います。で、革はね、同じくイノシシの革なんですけど、今回色違いでこんな感じの生成りの革を買いました。これまだね、広島の害熟女されたイノシシの革、ジビエレーザー専門のバリードさんから買ったんですが、前はね茶色でした。今回は染まってない色なんでベージュっぽい色がしてますね。で、今回も野生のイノシシなんでこんな感じで傷とかね結構やっぱりありますね。で、この色の一定じゃない感じとか結構荒々しい感じあるんですけど、これはまたイノシシの良さなので、あまりにも大きな傷は避けつつも、普通に傷とかちょっと色が違う部分も使って作っていきたいと思います。でね、今回ちょっと今までやってなかった工程の動画を撮ってみようと思って、普段アッパーを作る時って僕もう裁断してあって、でじゃあこれから縫っていきますっていうところからやるんですけど、今回はこの革、これイノシシ1頭分なんですよ。これに型紙を写して裁断して、基本的なデザイン変わらないのでアッパー縫製はパパッとすっ飛ばして、今までアッパー縫製の動画でやってた前の段階に重点を置いて撮ってみたいと思います。というのもですね、このスキキ2ヶ月ぐらい前に買ったんですよ。今までスキキがなくて、この靴教室行ってたんで、そこにスキキだけちょっと使わせてもらってすいてきて、でここで縫ってたんですよ。なんですけども、スキキ買ったんでもうここで全部作業ができます。で、このスキキ買ってから動画に全然してないので、このスキキがどんな道具なのかっていうところも合わせて見せつつ、イノシシのアッパーを作っていきます。で、この皮1枚の中でも結構場所によって性質が違います。この辺首です。こっちがお尻で足なんですけど、実際動物だった時はこういう感じですね。ここが背中だったんですよね。だからこの辺がお腹で、こっちのお腹とこうぐるっと筒状にくっついてたですね。で、一般的にこのお腹あたりっていうのはあんまり靴には使えないです。なぜかというと、この皮でいくと結構傷も多いっていうのもそうなんですけど、ちょっとこの辺とかね見てもらうと、かなりね荒々しい感じ、シワがすごいあったりとか、あとね結構ビヨーンと伸びたりするんですよね。で、この裏面見てもちょっとこの辺ってねこうバサバサしてたりとかして、あんまりいい部分じゃないんですよ。この辺は基本使わないです。やっぱね靴は釣り込むので、あんまりビヨーンって伸びちゃったりとか耐久性がないとしっかり靴になってくれないんですよね。で、やっぱり一番いいところっていうのはこの辺のお尻、この辺りは最も繊維が密でコシもあって一番しっかりした部分ですね。ソールとかに使うようなすごく耐久性の高い革っていうのは牛の皮のこのコシのあたりを使ってます。表面も綺麗だし繊維もしっかりしてるしという感じで、僕はこの辺はつま先とかかかとに使うことが多いですね。で、首のあたり、特にイノシシはこの首のあたり結構特徴的で、ここね毛穴がすごいんですよ。このイノシシのたてがみのあったところ、その部分のね毛がかなり太いみたいで、ここ結構毛穴がすごいです。色もなんか若干濃くなってますね。この辺は脇腹に比べるとそれなりにしっかりしてるので、逆に言えば結構柔らかいしなやかなので、この辺は靴のパーツによって使い分けですね。これぐらいの皮の大きさだとだいたい靴取れて1足から1.5 足ぐらいなんで、こっちのお尻の方面に使いながら型紙を配置していきます。で、これが型紙ですね。牛とか大きい皮の場合はまた違うんですけど、こういう1枚でこれぐらいの皮の大きさの場合は、この背中のラインを中心に靴はこう左右対称になるようにパーツを取っていきます。こういう感じですね。右左がだいたいこの左右同じような場所から取れるように配置していきます。型紙を置く位置は傷とかを見つつ、こう触って確かめて、伸び方向とかね、この柔らかさとか確認しながらどこにどのパーツを入れるかを考えます。さらに例えばねこういう取り方するとこの辺めちゃめちゃ余っちゃうので、例えばですけどこういう風にある程度しっかり型紙が敷き詰まるように考えつつやっていきます。位置がだいたい決まったんで銀ペンで写していきます。革にかける銀色のインクが出るペンです。
穴飾りとかも全部写します。ちょっと見づらいですけど、こんな感じで写せました。これね、反対側はしっかり裏返さないといけないんですね。これ忘れると大変なことになる。はい、ちょっと見にくいんですけど、こんな感じで写せました。左右対称にしつつ、なるべく敷き詰めつつ、伸び方向を考えつつ、傷を避けつつ、こんな感じに配置しました。じゃあ次はライニングいきます。これアッパにも使うような革なんですけど、今回はこのベージュの革をライニングに使います。結構しっかりめです。これはもうこの辺も使ってますし、全然さっきのイノシシとは違って1頭分とかじゃないんですけど、むしろどんくらい6分の1頭分ぐらいですかね。牛はもうイノシシよりも全然大きいので、この辺使っていきます。ライニングはね、アッパーほどは気は使わないですね。パーツ数もこの片足3パーツしかないので、傷とかトラもそんなに気にせず、ライニングなんでね、伸び方向は多少気にしつつ取っていきます。じゃあ裁断をしていきます。ちょっとまずね、この直線のところ、このライニングの革をパイピングにも使います。パイピングはね、こうやって直線で50センチぐらい取ります。とりあえずこれ左右2本分の幅ですね。ライニングをちょっと外径を大雑把に粗くカットします。こんな感じでパーツが並んでるんですけど、これもそれぞれで大まかに切り離しておきます。こっちのイノシシ側のアッパーの方も切っておきます。はい、ということでこれで一応ライニングとアッパーの粗立ちができました。ここからさっき型紙でなぞった線に沿って正確にカットしていきます。このカットは気を使うところと気を使わないところがあって、釣り込みしろ、釣り込むために残してあるところとか、あとはこのライニングの余らせて貼って後でカットしちゃうところみたいなのはそんなに精度よく裁断する必要ないんですよね。なんですけど、完成時にしっかりラインが見えてくるところっていうのは線通りにぴったりカットします。イノシシのアッパーの皮カットしていきます。でこのアッパーはカッターで滑らかに曲線でカットするところと、ハサミでギザギザにカットする2箇所があるので、パーツと場所に応じて切り分けます。
最近は僕は裁断はほとんどカッター使ってますね。場所に応じて包丁も使うんですけど、メインはカッターでやってます。ピンキングバサミ、刃がギザギザになってますね。これで皮をギザギザにカットします。そしたらアッパーとライニングが全部カットできました。これをすいていきます。